お疲れ様です。シル80編の続きになります。前回はですね、エンジン乗せるのにフライホイールがありませんでしたので、とりあえず4欠化の方を先に行いました。シートとかテールを変えましてですね、見た目もガラッと変わったところなんですけど、今日はいよいよですね、ここにエンジンを積みたいと思います。エンジンがあんなに綺麗になってるんですけど、実際エンジンルームはちょっとごちゃごちゃしてますんで、そこまで速いんかもしれませんけど、どんな感じになるか楽しみですね。フラホとクラッチ使えそうなやつ段取りできたんで、フラホはこれニスモの純正形状の、軽量タイプになるんですかね。で、カバーもニスモですかね、確か。純正フラホにつく形状は純正タイプの強化カバーですね。で、中身はとりあえずメタルのディスクを用意しました。これだけあったら使えそうなんで、とりあえずこいつを使いますかね。このニスモのカッパーミックスの、よいしょ、すごくいい乗りはすごいいい乗り心地が好きだったんですけど、一瞬で終わりましたね。本当はこのフラホを用意したかったんですけど、ちょっと用意できなかったんで、なので再びメタルクラッチです。このタイプがどのぐらいの乗り味なんかちょっと不明ですけど、できればクラッチ重たくなってほしくないです。ならこいつ釣る準備してですね、フラホつけて、クラッチの、カバーとかもつけてですね、あいつに積んでいこうかと思います。フライホイールをつけていこうと思いますけど、前回つけとったカッパーミックスの、フライホイールはご覧の通り、フライホイール、クランクともにメタメタになってしまいましたんで、どうしてこんなことになったかが、だいぶ重要だと思うんですけど、視聴者の方が教えてくださったんですが、ヤシオファクトリーさんの、YouTube の動画でクランクシャフトが溶けたっていうタイトルの動画があるんですけど、その動画に出とった、クランクとフラホが全く同じ状態だったんですね。溶けたような状態らしいんですけど、なんで溶けるかですよね。原因で考えられるとしたら、クランクシャフト、こちらが歪んどる、それかミッションですね、メインのシャフト、ここに入る、インプットシャフトですかね、歪んでこの触れとるか、はたまた、フライホイールのここのボルトのトルクが足りてなくてボルトが緩んだかみたいなんですよ。このクランクと、前ついとったクランクともに歪みは測定して、どちらも規定値内でしたんで、こんなは問題ないはずです。とりあえずこのフラホをつけてクラッチを組むまでは問題ないですね。で、問題なのがこのミッションのシャフトが歪んで触れとった時、そうなるとこのミッションの予備なんてものはもうないですんで、それこそ積みます。なので、前回クラッチ組んだ時に普通はこのボルトにネジロック剤塗ってで規定努力で締めるんですけど、それをやったかって言われるとその記憶はもちろん覚えてないわけですね。多分やったはずなんですけど、仮にやってなかってボルトが緩んだだったらまだいいんですよ。むしろその方がいいです。なので今回こそボルトは規定トルクでもちろん締めて、で、ミッションもこれを使いますが、また同じことになった時がもう終わりですね。やみます。作業をやっていきたいと思います。じゃあ続きやっていきましょう。そしたらクラッチ組めました。この状態で一旦、ミッションを刺しておきましょうかね。今回は新出しツール86の時は持ってなかったですけど、SR の取った時期の方が長かったんで、クラッチの新出し、日産用ですねは持ってました。今回これで出したんで、多分大丈夫だと思いますけど、一応今の状態で刺しておきます。こいつがまためちゃくちゃ重たいんですよ。50キロぐらいある気がしますけど、
よいしょ。よし。入らんだと入るだろう。入った入った。入ったな。なら無事入りましたんで、こいつ積んでいきましょうか。ちなみになんでこの下ろした状態で一回ミッションをはめるかっていうのは、エンジン積んだ後にミッションを男の腹ジャッキで持ち上げてはめるんですけど、その時に芯が出てなくてミッションが入らんかったら絶望するんで、1回だったらいいですよ。1回入れようとして入らんくって下ろして芯出し直して、でそれでもう次やって入ればいいですけど、エンジン乗った状態で芯を出すのがまたやりづらくなるんで、1回じゃ入らん可能性が出てくるんですよね。そうなるとマジで死にます。なのでこうやってエンジンとミッションをバラバラで積む人は1回刺しといた方がいいですね。じゃあ準備も整ったんで積んでいきましょうか。そしたらなんとか乗せることができました。やっぱり一人だと気を使いますね。ちょっとあまりにもエンジンが綺麗すぎて浮いてますね。だから引き続き止めるもん止めて、つけるもんつけて、エンジンがかかる状態にしていきたいと思います。だからちょっと飛ばし気味でいきましょう。ミッションの下に入るまでが結構大変だったりするんですよ。よし、なら行きます。よいしょ。よっ。入りました。よし。はい。そしたら、ミッション完全に取り付け完了です。セルとクラッチのオペレーティングシリンダーっていうんですかね。レリーズシリンダーっていうか、こんなもん OK。その他配線ですね。ミッションに行く車速だったりバックランプだったり配線をしときました。まだミッションのこのケツの方ですね。マウントの方は取り付けはしてません。こんな感じでだいぶ下がってるんですけど、もしねこれからミッションを腹ジャッキで詰め替えてやろうと思っておられる方がおられましたらですね、コツと言いますか、このエンジンを今ここフロアジャッキで上げとるんですけど、エンジンをできる限り斜めにしてやると、すんなり入りますんで、むしろ斜めにしなかったらほぼ入らん気がしますね。で斜めにするにあたってこの後ろの配管だったり配線が圧迫されるんで、壊れん程度に斜めにして、あんまりよろしくないですけど、オイルパンになんか緩衝材でもかましてへこまん程度に上げてあげるとエンジンがだいぶ斜めになりますんで、そしたらミッションすんなり入ります。ぜひやってみてください。ここからはフロアジャッキ緩めて、でエンジン水平にしてミッションマウントも取り付けて、ペダルもつないでいこうかと思います。
たんじゃないか。すごいのが現れますよ。お疲れ様です。お疲れです。お久しぶりだな。はるばるようこそ。あ、そうかなかったマジ。おー、6時間。いやいいですね。いいだけ。おクラッカー買ってきクラッカた。あ、クラッカー。おー、エンジンかかる前提じゃん。いー。あ、エンジンかかる前提。やー、久しぶりだな。いや、本当に。できたんですね。あ、車できた。どうっすかこれ。素晴らしくないですか。綺麗で。内装はボロですけど。いや綺麗だね。結局1年近くぐらいかかったんだもんね。あ、そんなかかるとは思ってなかったしね。今回のメニューはエンジンオーバーホールがメイン。エンジンオーバーホールがメイン。まあ、足回りをシャキッとさせるみたいな。そうだな、大学の時からだけどな。今じゃもうとてもじゃないけど買える値段じゃないけん。はあ、フルスケールですよ。320キロ。出ません。でもパワーも上げとるんでしょ。パワー上げてる。馬力は分かりません。測ってはない。測ってはない。お店の人曰く450馬力ぐらいじゃないのみたいな。450な。綺麗だ。ブレーキもな変わっとるけんな。ごっつい綺麗じゃないですか。自分でエンジンルームでウキウキしたってね。まあといってもこれといってなんか、ね、目立つものはないし、まあ純正の見た目を重視した感じでしょ。カップリングファンがないぐらい。ああ確かに。別にタービンも上置きにしようと思ったらできた。ああできたけど、うんまあツインが好きやけんね、うん、ちょっとツインで行きたいなみたいな。なるほどな。ビッグシングルは定番かもしれんけどね。クソかっこいいがん。ナンバー大丈夫だもんね。なんか大丈 OK。 福岡から夫。来ました。壊れんでよかったですできてから一番の長距離。おーだよね。片道片道600キロいいね。これも好きな人は好きだけどね。そうかな。絶対いっぱいおるで。まあこれで少なくともちょこっとは何人かには目に入りますわ。見えますか。閉めときましょう。到底私に今手が出ない車でした。このチューニング費用とかはこれは大丈夫な。ああ、チューニング費用はそうやね、まあ5、600万ぐらい。600万チューニング費用だけで600万。今回やったメニューだけで。そんぐらいそんぐらい多分分からんけど、ちょっと、まあもちろん車体は込みじゃないけどね。なんかだんだんでやったけんよく分からんけど、なんかそんぐらいやった気もする。はあ、一昔前なら多分半分で済んどったぐらいのメニューと思うけど。ああ、今高いけんな。何でも。そう、なんでも高いよ、部品もね。はあ、すげえ。帰る時も事故ないね絶対。なら本題のできてますよ。あ、ようやく懐かしのエンジンルーム。ずーっとこれだったもんな。ねこの仕様で10年は動いとったな。え。買った時からだけん。それより前の人がどのぐらい乗ってたか知らんけど、だけんまあ全然壊れんかったんだな。ほんと車ってこんな丈夫なんかと思うぐらいタフやったね。うんタフやったというか今も動いとうけん。いや俺が手つけたけん動かんかもしれんいや、動く。だけんな、もう待ちに待った火入れ式ですわ。とりあえずあれだ、まあ、ここつなげてないけんプラグ抜いて、まあオイル回して一回セル回してオイル回してするかな。まあ燃料も吹かんようにして、一旦あれか回す。まあ一応手でも回して、手もほんとめちゃめちゃもう筋肉痛になるぐらいオイル回したけど、あれ、クランクを、まあそれでオイルが回るか知らんけどねビビたるもんだと思っただけど一応セルでも回しとこう。ならちょっと準備しようか。あれやろ、SR をオーバーホールしたの初めて。
そのヘッドガスケットをメタルに変えたぐらいはあるけど、腰下をバラすのは今回が初めてだな。なるほど。だけんどうだろうな。ドキドキですね。でも自分がこうね、なんかバラして組んだエンジンがこう、かかる時はマジで嬉しいよ。やっぱそうよね。しかもそれで奈良走って奈良撮りしたりとか、できた時にはもうね、そりゃそうやろね。喜びのひとしおってやつ。感動もんですわ。やっぱね、預けてこうね、やってもらうのとは違うけどね。まあね。そしたら年本のカプラ抜いた方がいいんかな。今インジェクターのカプラでいいか。まあそこさ、どうさせんかったら大丈夫。まあこいつでいいや。ならセル回しますかね。回しますか。オッケー。気が早いですね。じゃあ先に開けとかんとも絶対忘れる気。めっちゃあるがマジで。やばいことになるんじゃないこれ、ゴミが。まだだけどね、まだだよ。気が早いけど。ちょっとなんかセルを回すけん当たらんことは確認しとる。そのタイミングは絶対合っとるし、ピストンとバルブが当たってへしゃげるなんてことはないけど、怖いよね。怖いよね。行くで。行ってください。年本が起きました。インジェクターつないでないけん発射をされないと。そういうことで行くで。大丈夫です。オッケー。オッケー。よかった。オッケーですね。スムーズや。まあフラグ抜いとるけんな。実際このセルでオイルを回す時ってどのぐらい回っとるんだろうな。その規定量回っとるんかな。回ってんじゃない？回っとるか。まあ一応オイルはそのいろんなところにつけて組んどるけん。でももともとほらね、そのエンジンオイルがそんなにすぐは落ちんけん、そんな時間かかったエンジンじゃないしな。何ヶ月も放置とかしとるわけじゃないし。そうだな。よし、ちょっと戻すわ。はい。いやー怖えな。何回やってもこの気持ちは変わらん。何回もあったわけじゃないけど、最初はね、部品をただ外してつけるだけでも怖いけんね。エンジンの。そうだよ。この時のワクワクはすごいけんな。まあね、やらんとはやった人にしか味わえんやつ。この労力がパーになるかどうか。行くか。 OK だな。 OK。 いやアクセル入れといた方がいいかな。どうだろまあ一応アクセル入れとくか。マジの一発目。はい。どうぞ。いきますね。いくで。はい。おめでとう全部いけた？かかったね。分かった。全部分かったよね。早く来てな。やばいね。ちょっとタペットの音がうるさいかもしれんな。エア抜きしたんだけどな。でもまあとりあえずかかったけんな。切れるやん。この音が嫌だね、なんか。一発目ってなんか違うの。一発目だけどな。ラッシュの音かな。ここから辺からするわ。めっちゃごっついゴミ。何が何かわからん。水が出てきとる。静かだな。ということでね、わかりましたね。わかりましたね。よかったマジで。もう不安も吹っ飛んだね。でももう一回やっぱここバラさんといけんな。もう貴重な体験ができましたっていうね。あんま見ることないしね。確かに。
よかった。車検取るか。ありがとうございます。まあ全然何もしてないけどいけとるわ。右でなくなんでよかったな。いや本当に爆発力強いかと思ったら意外としょぼかった。とりあえず外装つけていくか。そうだね。外装つけて下ろして。動くか、まあそうだよな。走るかどうかちょっとしてみるわ。全身バックでよし、作業しましょうか。作業しよはい。う。はい。まあこの FRP もそのうちやめるけどな。ああ、純正フェンダーですよ。巻いたら悲しいけどな。これな、こういうタイヤはつらとかするとそれまあとりあえずで車検だけ。やけん今引っ込ましてと。やばいね、ここ電車感。やばいね。引っ込みすぎやね。ブサイクだな。あ、やべ、大吟醸が映るわ。大吟醸酒があるぞ。ボロボロだけどな、このフェンダーももう。まあね、仕方ないよね。FRP やしな。このシルビアっていうのも時代を感じるね。前期は前期はな、文字がでかい。このバンパーとかをタイヤ止めにする理由は、まあ刺さった時に綺麗に取れてくれることですよね。ネジとかで止めとったらそのまんまグシャってなるけどな、力が加わった時に取れてくれた方がいいんですわ。何？ウンカーのレンズ。ウンカーのレンズ。これも本当は純正のオレンジのやつが欲しいんだけど。よし。この状態でクラッチがちゃんとつないだってタイヤが回るか見た方がいいかな。一応見とくか。動いたね。動いたね。すごい可愛い見た目になったな。全然攻撃的じゃない。前から見たら言ってたんだな。後ろから見たらワイいいね。いいね。大学の頃に戻ったっていう感じ。なんかそんな音せんくなったな。素人ですから。音がせんかったら OK。なら車検そうしましょう。グー。こいつは一応ここまでが今回の企画っていうか、何あれだったけん。だけどな、この先は一旦は終了かな。まあでも街乗りまあね、取らんでもな、別に。まあ鳴らしが終わって尾北とかでも回してドリフトできとる姿ぐらいは見せるかもですね。参加しに来てください、福岡から。福岡から。ならまあ一旦終了で。一旦終了で。次回は86の続きかな。一応ね、箱も段取りできたかもしれないんで、それも乞うご期待ですわ。次回の楽しみ。次回の楽しみです。ならまた次回の動画でお会いしましょう。まあ遠いけど気をつけて帰ってください。お疲れ様でした。お疲れ様でした。いいね。気をつけんといけませんで。世話になりました。福岡来た時はおもてなししますよ。ぜひとも。ではね、気をつけてな。